大竹彩奈です。日本画家です。普段は着物を着た女性を主に描いてます。これいつも描いてる絵絹なんですけど、絵を描く専用の絹です。絵より一回りぐらい大きい絹枠に周りだけ糊をつけて絹を貼っていくんですよね。ピーンと張らした状態で乾いたらにじみ止めの動作っていうのを全体にわーっと塗って下図をはめ込んで墨でなぞっていくっていう感じです。表から描いたり裏から描いたりもするので、一回これ多分今回マスキング液で抜いてバーッと色を入れて、でマスキングを取ってそこに色を入れていくっていう感じかな。背景に1日、着物に2日、髪の毛と肌、人の部分に2日っていう感じです。今回初めて描くモデルさんなんですけど、20歳のすっごいいい可愛い子なんですけども、こんな若い子を描かしてもらうの久しぶりっていう感じで、自分もすごいテンションが上がってるんですけども、これはなのでテーマとしては初々しさみたいなものが出るといいなと思って書いてます。初々しさが出るっていうのは、それは表情的なところなのかな。そうですね、表情ですかね。表情とか、この段階で気をつけるっていうとフォルムの張りみたいなものですかね。顔の輪郭とか目元のはっきりした感じとか、彫刻刀で彫ったようなパキッとした立体をしていて、それがなんかすごいやっぱり陰影が魅力的なんですよね。そのはっきりした感じが。なのでその感じ、その辺が出るといいなっていうのは思ってます。絹っていいですよね。紙もいいんですけどね、紙は紙で。なんかこの染み込んでいく感じが肌に合ってるっていうか。ちょっとまだ微妙に乾いてないんですけど、こういう感じですかね。やっぱりなんか表情違いますね。柔らかく。そうですね、はい。ちょっと繊細になりますよね。なんかとはいえ私別にそこまでその人の人となりを描きたいっていうタイプの作家ではなくて、美しければいいっていうところがあって、自分の好みの人だったらとにかく描きたいっていうのがあるので、なんかそこまで内面性がどうとかはないんですけども、なんか自然ともうモデルさんたちとは10年近いお付き合いになってきて、だんだんと若い女の子ってやっぱり人生が激動っていうか、ひとところにいないっていうか、なんか仕事だけやってるわけにもいかないみたいな、なんかやっぱり結婚のためにどこかに行かなきゃいけなかったり、出産のタイミングを考えてたりとか、なんかそういういろんなことがやっぱり女の子ってあるなって最近特に思うんですけども、最近は自分が年を取ってきて、やっぱりなんか老いって凄まじいものがあって、老いによる変化とか思い通りにいかなさとか、この瞬間を残してあげたいみたいな気持ちに、あげたいじゃないな、残したいっていうのがすごい強くなってきて、もう今のこの瞬間のこの若い美しさとか尖ってる感じとか、もうそういう全体的に
捉えたいなっていうのが最近は出てきましたね。これ全部にかわなんですけど、私はいろんなとこで買ったにかわをとかいろんなにかわを結構混ぜて使うのが好きで、牛はねいいんですよ。牛は別に使い勝手がいいし、もうどの作家さんも使ってるのが牛だと思うんですけど。牛が結構一般的なんですか？牛は一般的です。そうなんです。あと魚とかもあるんですけど、でこうやって水を入れてちょっとふやかしておきます。そうちょっと音とか聞いて、そうそう、もうすぐクツクツ言い出すので。ちょっと今日湿気があるので水少なめにしてます。それは気候によっても？そうですね、そうなんですよ。にかわ効かなくなっちゃうので。ただまとまってこれを丸くなんか団子みたいにするんですよ。団子みたいにしてそれをなんか皿に100回叩きつけるっていうなんか工程があるんですよ。その100回っていうのはなんかね、技法書には大抵そう書いてあるから、そうなんですよ。もうなんかもう昔から行われていることだから、もうそれがちょっと果たして本当に必要かどうかって感じで、多分100叩きをやってない人も今多いらしいんですけど、なんかそれ私も一時やってなかったんですけど、なんかやっぱり顔とか描くのになんかやっぱりちゃんと100叩きをやった方がこう目の細かい5分に仕上がるような気がして、結局やっちゃってますね。あともう最近はもう毎日こうやって5分を練ってるので慣れましたね。もうこういう風になるじゃないですか。そしたらこうバーンって叩くんですよ。これ100回？そうですそうです。地塗りって言って絹の目を潰すっていうか、この後の絵の具が食いつきやすくなるし発色も良くなるんですよね。よく見ると絹の目が見えるので、目を潰すと筆がよく乗るというか。今日は背景を塗っていきます。これは泥絵の具です。泥絵の具。はい。ジュラクオードっていう天然のオードです。上澄みだけを使うんですけども、水を足していって粒子の粗い泥の成分が沈殿するので、砂粒みたいな粒子のある部分は使わずに、この上のちょっとサラサラした浮いてきてる部分だけを使うっていう感じです。これが上澄みです。背景をぼかすために今先に水を引きました。乾いたところにいきなり絵の具を塗っていくとはけ跡がすごく残っちゃうので、リカバリーが大変です。どうしようかな。背景すごく難しくって、結構毎月って言っていいぐらいやり方が変わるんですけど、最近は上澄みを薄くかけるっていう方法に落ち着いてます。ちょっと前までは上澄みだけじゃなく割と全部バーッと混ぜて裏から彩色して、でもすぐ表具屋さんに表具してもらったりっていうこともしてたんですけど、最近はこのやり方をちょっとやってみてます。この辺はぼわっと
暗くて、この辺はぼわっと明るくて、この辺だけちょっと緑みがあってみたいな、そういうイメージをそのまま絵にできたらいいんですけども、ちょっとそういう風にする力量技がちょっとないものですから、いろんなことをしてみている段階っていう感じなんですよね。湿度がある日に背景をやったかどうかとか、絹に水分が含まれてたかどうかとかでも、その失敗とか成功がだいぶ違ってくるので、なんかすっごく微妙な問題なんですよね、毎回。だから例えばこのやり方ですっごく成功した絵もあるんですけど、次に描いた時は全く同じやり方したのに、なんかすっごくムラになっちゃったりとか、あと絹の繊維がビーってなんか濃く出てたりとか、毎回なんか違う問題がすごい出てくるので、1工程ずつ失敗をリカバリーしながら進めていくっていう印象です。この後はもうちょっと背景を濃くして、それから浴衣を描いていくんですけども、今回浴衣裏彩色しようと思っていて、これが表なんですけど、この裏から色を入れていくのに左右反転した下図を準備していて、この透けた状態で浴衣の模様をマスキングでなぞってこう描いていくっていう作業が次。細かい絞りの模様を描くときに、どうしても岩絵の具だと結構凹凸が出るなっていうのをちょっと気になっていて、着物自体がたっぷりしたちょっと重みのあるような着物だったらそれでも全然いいんですけど、もうピラピラのすごい薄い襦袢とかだと重い感じがするとちょっとなっていうのを思っていた時期に、ちょうど京都の方の先生にマスキング液絹だったら使いやすくていいですよっていうふうに教えていただいて、それで使い出したんですけども、このなんていうか、まさに染めの技法と全く同じですよね。染め物する時の糊で結局あれもマスキングをして色を刺していくっていう技法と全く同じような感じで白抜きできるわけですよね、模様のところを。着物の表現自体がすごく薄く済むんですよね。特にこれは裏彩色なので、こう表から見ると全然描いてないんだけどすごく柄が出るっていう、そのなんか効果が着物によってですけどもすごくいいなと思って始めます。はい、色を入れていく時って、はい、どういうこと考えてるんですか？そうですね。なんかこの浴衣のバランスって何なんだろうっていうのは結構考えるようにしてるかな。例えばこう緑は緑、青は青とか、ここはちょっとぼかしてとか、ただなんか写すだけだと仕上がった時にあれ雰囲気違うみたいになることが結構あって、この着物だけをものすごく再現してしまうとこうなんか強すぎたりとかするので、なんていうかその着物のバランス
どういうふうに成り立ってて綺麗に見えるのかっていうのを割と気をつけて描くと成功することが多いような気が最近はしてます。ちょっと研究段階です。全然まだ。どの段階ぐらいでこう、はい、完成の雰囲気というかトーンが見えてくるもんなんですか？それが裏打ちしてもらうまでちょっと分かんないんですよね。裏打ちしてもらって初めてなんか裏打ちしてもらうとね、その裏打ちする時ののりの加減で絵の具が濃くなるんですよ、一段階。なのでそれを見て加筆する色とかも決める感じなので、割とまあだから先を見越してあんまり濃くしすぎないっていうのも結構気をつけポイントかもしれないですね。やっぱり日本画ってすごい水が大事なので、どのぐらい湿らせた状態で絵の具を入れるかとか、もしくはちょっと乾いた状態でカサカサのハケでバーって鳴らすこともあるし、まあいろいろあるんですけども、なんかそれが多分近代の日本だったらすごい有名な画家さんに弟子入りしてとにかく教えてもらえたと思うんですよ。教えてもらえなかったとしても弟子入りして見て覚えるってことができたと思うんですけど、それが全くできない状態なので現代の画家さんって。だからもう自分で模索するしかないんですよね。なんかこのぐらい動作が効いてるとこういう表現ができるとか、でもこのぐらい動作が効いてない方が発色はいいかもとか、でもそうすると裏打ちした時にちょっと取れるとか、もうなんかいろんな要素がありすぎてもうなんか一枚の絵を成功させるっていうのに毎回難しくって、もう本当にいつも私そればっかり言ってるんですけども、そんな感じです。だからなんか他の作家さんの絵とか、特に絹使ってる方の絵とか見るともういつも気になってしょうがないですね。もうなんでこんなに綺麗に描けるんだろうとか、ここってどういうふうにやったんだろうとか、もうなんか楽観一つ綺麗に押されてるだけでどうやってやったんですかみたいなって感じです。これはこういうふうに白い板をはめて表から見ると紙を裏打ちした後の発色がだいたいわかるんですよね、これで。なのでやっぱりもうちょっと濃くした方がいい。もうちょっと濃くします。お着物が1枚あるだけですごくインスピレーションが湧くっていうか、綺麗な風景とか桜を見た時と同じようにすごくエネルギーをもらえるんですよね。その色の調和だったりとか、こう柄のバランスだったりとか、多分もう大昔から使われてきた型紙とか職人さんがずっと受け継いできた配色とかのその調和の素晴らしさっていうのがあって、だからそのエネルギーをとにかくもらってずっと描いてきたっていう感じがしてるんですけど、なんかそれと同時にそれをまとってるこう女性まで魅力的というか、何かありそうな深みをもたらしてくれる
日本の女の子の良さみたいなのが最大限引き出されるような気がしてます。本人たちにそういう気はないのかもしれないですけど、なんかちょっといつの時代を生きてる女の人かわからないみたいな雰囲気に突然なるんですよね。そのなんていうか、今を描いてるっていうわけじゃなくて、昔を描いてるっていうわけでもなくて、なんかもうただただそこにある生きているその人の魅力を描くみたいな状態になることが結構面白いんですよね。表芸さんが来るので渡します。パネルと絵を渡します。パネルと絵を渡して、はい、それを表芸さんが貼り付けてくれるという。そうですそうです。これに袋張りっていうんですけど、貼ってくれます。貼り込んできたものを夕方ぐらいに持ってきてくださって、でそれに加筆して落款をして終わりです。はい、パネルとあと作品なんですけど、ちょっとね顔のところに少し毛が入ってるので、それをねちょっと見ていただきたいんですけど、いいですか？今すいません、これがちょっと目立つかなっていう感じがして、はい。すみません。はい。にかわとか水とかの要因が日本画の場合はその要素が大きすぎて、その難しさっていうのはもう圧倒的にやっぱり日本画ってあるんですよね。破綻の部分が深みになっていることが多くて、なんかここちょっと濃くなっちゃったとか、ここだけに皮が抜けてるとか、すごいもたつきが出ちゃったなとか、技術上の失敗みたいなものが結果的にリカバリーしながら進めていく上で割とその深みになっているっていうか、唯一無二なものになっているような感じがして、これだけ手をかけて一人の女の子を大切に描いた集積っていうものの意味っていうのはすごくあると思うんですよね。
松園とか清方とかそういう近代の美人画の巨匠っているじゃないですか。日本画の絵の具の操り方が尋常じゃないっていうか、日本画っていう絵の具の素晴らしさを遺憾なく発揮していて、なんか難しいとか言ってる場合じゃないっていう感じなんですよね。その素晴らしい深みといったらないんですよ。だから本当はそういう領域に行きたいんですよね。なんかその岩絵の具の美しさも出しつつ、女性の丸さとか雰囲気とか自分が描きたいと思った姿をちゃんと表現できているっていう、なんかすごく単純なんですけど、やっぱりそれをしなくっちゃいけないし、それをするのがすっごく難しくって、だから他の美人が描いてる人も大抵松園とかは影響を受けたって皆さんおっしゃってますけど、もう本当にそこを目指して、あの深みを目指したいなとは思います。だからなんか私にとっての深みがどうこうっていうよりは、なんかその素晴らしいものを描いている大先輩が確かにいたので、なんかやっぱりあそこまでの深みにはできれば持っていきたいなって思うことがありますね。難しいですけども。